昔からずっと味わってる美味しい味で打ちたいなと思って。いつ来ても感動します。長さ結構何度も来るんですけど変わらず美味しいです。最近こんな雪で降っちゃったので。仕込みだけ手伝いに来てもらう日もあれば、平日は日によってはワンオペで。おはようございます。ちょっとほのかに暖かいんですけどピザ屋さんで使ってた場所で3年くらい物置で、こっち側はスキー場の休憩スペースとしてたまたま空いてるっていうことでお話しいただいて、ゆくゆくは長野市内とかそういう市街地にお店を開きたいっていうのが最終的な目標でもあって。なるべくその日に消費できる量では作ってますけど、そういうのもこの場所だからというのはできるのありますかね。そばも身を入れます。これが葉っぱで、これを煮て干してやるとこういう繊維だけが残るんですよ。この葉っぱの葉脈を使うんですよ。大きいでっかい釜で葉っぱを煮るんですけど、重曹を使って溶かして残った繊維をよく洗うんですけど、水できれいに洗ってよく洗わないとこのぐらい白くならないんですよ。つなぎもどうしても希少っていうところもあって大量に打てない。ゴールデンウィークなんか50食ぐらい用意してきましたけど、30から20とかそのぐらいですね。はい。お湯でちょっと戻すんですよ。これつなぎ 5g です。昔からずっと味わってる美味しい味で打ちたいなと思って。本当地元の師匠が教えてくれた焼き方なんですけど。あと加水もお水を入れる量も多いです。このつなぎをそば粉と合わせるために長い時間で選んでないといけないので、最初から決まった量の水をジャーって入れちゃうと最初から柔らかい状態なんですね。それが良くないので少しずつお水を入れてますね。
つなぎを作る職人さん減ってるので、自分でやらないと回らないくらいの状態ですね。だいぶさっきと比べると。よいしょ。でちょっと幅広く切るっていうのがちょっと伝統的な打ち方でもあるので、様子見ながらですけど10分ほど乾燥させる時間があります。このそばには10時20分ぐらいにまた切り始めます。すみません、よろしくお願いします。ミシュランとか料亭とかそういうお店にはもちろんかなえないですけど、まあ、そばに合うものといえば天ぷら。もともとそばっていうのはもう身近にあったんですよ、私の中では。もともとそばの町で育ったような感じなので、祖父がお蕎麦屋さんがやりたかったっていうのを社会人になって聞いて、道具も一式あったりするのになんかもったいないなってすごい感じてしまったんですよ。じゃあ私が引き継ぎたいなと思って。女性がやってる蕎麦屋っていうので注目はいただいてますけど、正直女性も年齢は私関係ないと思うんですよ。若いのにすごいねって結構言われますけど、正直関係ないと思うんですよね。まあ、周りにやってる人がいないので珍しいかなと確かに思いますけど。お店にもよりますけど、
八方に味をいろんな人に広めたいっていう意味で八方美人にさせてもらったのと、背中を押してくれたようなきっかけの人がいたんです。その人が八方さんっていう、営業は一人でやってても陰ながらこう支えながら応援してくれてる人がいるような感覚ではいます。野沢菜の醤油漬けです。これはお待ちいただいてる間に召し上がってもらう。今日天丼セットでご用意させていただきますので、よろしくお願いします。腰がすごいですね。どっちにしましょうか。ここからでじゃあ。同じこと言いますけど、コシが強くてそばの風味も結構分かりやすく。いつ来ても感動します。長さ結構何度も来るんですけど、もう変わらず美味しいです。喉越しがすごい気持ちいいので、食べてても気持ちがいい。あとつゆもやっぱり美味しいですし、はい、ありがとうございます。
大根の千切りとそば粉で練ったものなんですけど。柔らかい感じでも美味しく感じます。